僕1億借金背負って事業がうまくいってない時期があったんですよ。借金1億で事業がうまくいってない。俺その時めちゃくちゃ笑ってましたからね。ちなみに高校の時のあだ名は自己中です。ここのもう一個のあだ名はメンタルお化けですから自己中のメンタルお化けですから。水分を閉じ込めて熱を加えることによって水分が。ありがとうございます。お前なんかパティシエじゃないってよく言われるんで別にいいですよ。で職業あるがなんです。職業あるがそれだったら文句あるまい。あ、すいませんね。おはようございます。おはようございます。花粉の時期じゃないですか。だけどちょっと僕花粉の時期もそうなんですけど小麦粉アレルギーなんですよ。年中ダメなんですよ。向いてないですかし。おはようございます。プリン入れてる間に朝出し手伝って、プリン出るタイミングでシフォン入れるから、まずプリン入れてもらって、でモンブランじゃ先に仕上げる。プリンやっていい。朝はこっちで朝のプチガードの仕上げを手伝ったり、あとは仕込みを少し手伝ったりして、でカフェのオープンに間に合うように移動したり、お菓子教室の時もあるんでお菓子教室行ったり、基本的に家がこっちの方が近いんでとりあえずここに寄る感じです。うちのこれいちご紅ほっぺなんですけど、小諸の布べきっていうところにいちご農園があるんですけどね、年間で約3トンぐらいの契約をしてて、毎週必ず30キロから60キロぐらい取りに行くんですよ。見てもらえば分かりますけど、ちっちゃいのとか大きいのとかバラバラだと思うんですよ。こうやってね、でちょっと熟してるというか、いちご農家さんって一番の A 級品、B 級品、C 級品ってこう出てくると思うんですよね。最下部の C 級品っていちご農家さんとかでも結構困るんですよ。なのでまとめてガサッといっぱい入れてもらって、形どうでもいいんでうちが安く買い取りますね。でうちがそうやって安く買い取れる理由は、そのジェラート屋さんもやってるんで、普通のケーキ屋さんで使用するいちごの量よりめちゃくちゃ多いんですよ。この中でも自分たちが選んでってうまく使って、ダメなやつは全部ピューレにしてジェラートにしちゃってるんですよ。フランスって結構そうなんですよね。いちご MSL とかってこう綺麗にこう配列して納品してくれるのって日本の文化だと思ってて、その日来たいちごをどういう風に飾っていくかっていうのが結構重要だと思います。いちごの剪定も技術だと思います。毎日のいちごの状態によってとかで飾り変わりますよ。うちこんなんとかもある。これだって十分食べたら美味しいですからね。僕フルーツ王国長野県じゃないですか。であと僕農家出身なのでぶどう農家なんですよ。その農家つながり、ぶどう農家だけど例えばりんご農家さんとつながったり、もちろんいちご農家さんとかあんず農家さん、ブルーベリー、カシスでラズベリーは自分で育ててますし、南国フルーツ以外は長野県って大体あるんですよ。
そういう農家さんとガーッとつながってって、どんなフルーツでも 100% 収穫ってまずなくて、気候変動とか自然災害で減りますよね。でそこからさらに取れたものの中から ABC って分かれて、 A 級品は贈答用とかで、 B 級品はちょっと家庭用とか贈り物にっていったって身内とかで、 C 級品はやっぱり加工とかにもあるんですけど、でこの C 級品に困ってる農家さんがめっちゃ多いんで、僕はこの C 級品をお互いがウィンウィンになるように、僕は安く買うけど向こうは捨てる予定だったものをお金になるとかっていうことを各農家さんと直接やってるんですよ。そういうことをやることによって農家さんも助けられるし、自分たちも利益を出せる。そういうのを直接どんどんやっていくべきだと思ってて、自分だけじゃなくて他のパティシエも紹介してます。これ分かりますかね、いちごの厚み、うちスライスすっごい厚いんですよ。これショートケーキにサンドするいちごなんですけど、すんごい分厚く切るんですよ。いっぱい入ってた方がいいですよね。農家さんは助かる、僕らも安く買える、お客さんにもたくさん入れられる。生酒って撮影してて見たことあります。田舎ならではというか、カスタードのシュークリームが主流になったのって生酒の後なんです。田舎では結構あって、生酒の方が売れるし、生酒が先です。生クリームが先に美味しくなったせいで、生クリームいっぱい食べたいなっていう需要をこれが答えたんですよ。カスタードのシュークリームって全然その時に流行ってなかったから、いまだにめちゃくちゃ売れますよ。油、シフォンケーキを仕込みました。このシフォンケーキは石田さんのところのシフォンケーキの作り方をパクりました石田さんも動画で言ってたかもしれないですけど、僕ら仲いいんでいいとこをパクり合うんですよねパクり合うって表現が合ってるか分かんないですけど、いいとこは学べみたいな。生地のレシピは全然違うんですよ。で作り方も全然違います。作り方に関しては僕の動画をご覧ください。このやり方がもうめちゃくちゃ画期的なんですよ。これね、何もないこのカップに紙引いてこれを入れて、でこれシフォンケーキを焼くっていう、とにかく美味しいシフォンケーキを焼くための理論、それから生産性、効率とかものすごく詰まってて、このコンベクションオーブンが今パティシエでは主流なんですけど、このコンベクションオーブンで焼くっていうのにもすごい適してるんですよ。だから今までの概念を覆すような焼き方なので、これは現代のシフォンケーキの焼き方って感じなんですよ、簡単に言うと。それを僕がもうピンときて、よしパクろうと思ったっていう流れです。この辺の細かい作り方は動画に載ってるんで動画見てください。ここが2号店、最初のお店とは全くコンセプトが、ブランドも違うんですけど、
手弁置いとくよ。はい。土台がサクサクのメレンゲがいいって人とがっつりしたタルト台がいいって人と多分分かれると思う。こっちはタルトなんですよ。でも向こうはメレンゲなんですよ。お店によって違います。これもなんか地域性に合わせてですね。いつも10時前後までがタイムリミットなので、それまでにやれることをやる。桜いちごのモンブラン、ここのチャンネルでも最新動画が上がってる。ピューレと桜の香りをつけた、白あんのクリームでモンブラン風に締めている。この時期はこれが売れますやっぱり。で何よりプリンですよ。プリンが人気商品、春色プリンっていう名前つけてるんですけど、春色と店の名前がつく商品が一応人気商品だし、おすすめ商品。ものすごいギリギリの柔らかさにしてあります。持って帰るのにギリギリ耐えて、家で食べるとき本当にスプーンにやっと乗るぐらいのプリン。飲むと食べるのギリギリの境界線のちょっと食べる側ぐらいのプリンを焼いたら、それが本物の滑らかプリンだろうと勝手に定義して、それができた瞬間にものすごくストレスなくプリンが食べられたんですよ。いや、もともとプリンはストレスなく食べられるもんだろうと思うかもしれないんですけど、その極限を超えるイメージで作ったプリンです。今何をやってるか、シフォンケーキを入れながらショートムービーの打ち合わせをしてます。これからちょっと今ショートムービー撮ります。オーナーシフォンケーキ美味しそうですね。で俺がその説明をダラダラ喋るから、後で編集するからいいとして、ちょっと上げてオーナーとかいう感じで、はい、ありました。練習練習？あ、いいよ。練習でいいよ。オーナー。はい。シフォンケーキ美味しそうですね。そもそもなんで膨らむんですか？シフォンケーキが膨らむ理由、はい。いや、何も言わなくていいから、相づち打たなくていいから、勝手に喋るから。いいですか？いきますよ。いいよ。オーナー。はい。シフォンケーキ美味しそうですね。そうでしょ。はい。そもそもなんで膨らむんですか？スポンジとかそういうものが膨らむ理由と一緒なんだけど、気泡の周りには小麦粉とか卵とか熱を加えることによって固化する、固まる力を持っているものがあるので、勉強になりました。はい、勉強になりました。ありがとうございます。OK。これだ。
ぐらいだ。もう一個の方と雰囲気が違うんで、まだ比べてみると面白いと思いますけど、両方の店舗っていうか全店合わせて一番売れるって言ったらこの時期は特にですけどマカロンですよ。シフォンケーキとかプリンとかマカロン、石田さんとかと被るかもしれないけど、やっぱり好きだよね日本人と思います。プリンとか、ロールケーキもそうですけど、シフォンケーキとか。石田さんの動画見ましたけど、マカロンバカってやつね、石田さんのマカロンに対する考え方すごいなと思いますね。結局お菓子作りって自己表現なんですよね。作りたいイメージをしっかり持つことがすごい重要で、多分石田さんもすごいイメージしてたと思うんですよね。でこれは好みが違うんで、最終的に僕が思っていたマカロンは石田さんとは違っただけであって、でもそこに行き着くための工程のメレンゲの立て方とかアーモンドの選定とかクリームのバランスとかっていうことは知識とか技術としては持っておくべきで、やっぱりメレンゲとかアーモンドとかクリームに関しては僕もめちゃくちゃこだわってます。で試作も本当に何百回としましたね、マカロン。でやっぱこの春の時期はもう何千個ってやっぱり売れます、マカロン。はい、じゃあ行きますよ、本店の方に。はい、きのこはい、食材しめじ、はい、パティシエなのに、ね、野菜、パスタの仕込み用に買っといたやつです。行きましょう。いい天気でしょ、いい天気でしょ、違う、いい景色でしょ。なんかわかりますこの木。でも枯れてるから余計わかんないかもしれないけど、これね、くるみです。くるみ、東御市ってくるみの産地なんですよ。くるみめちゃくちゃうまいんで、尋常じゃないぐらい美味しいですよ。油の多さとか旨味が全然違うんで、東御市のくるみ、なかなか手に入んないですけど、食べたら違い分かります。はい、ぜひ東御市のくるみチェックしてください忙しいと思うよ、俺をかける。景色がいいでしょおはようございます。今日撮影入ったんです。こっちは黒いコックコート。ここからモードが変わります。料理人モードになります。今のパティシエの人たち多分料理そこそこみんなできると思いますよね。僕は特別ホテルにいたんで、フレンチのシェフとかと一緒にコースの料理を作ってたりしたんで、コースのデザートって前に何を出したのかとか結構重要なんですよ。料理を分解してってどんな食材使ってるかからデザートで、このコースは例えば炭水化物多めだなと思ったらデザートにはあまりスポンジとかを使わないとか、料理もある程度勉強しないとダメなんですよね、パティシエが。そういうホテル出身とは限らないですけど、パティシエの人たち料理ある程度できると思いますけどね、特に今の人たちは。まさに横田シェフなんかパークハイアットのねシェフだったんで、ホテルだし横展開はホテルの方が多いですから、そういう意味では横田シェフなんかはすごい、僕が横田シェフを語るようなレベルじゃないですけど、あの人は神ですからね。横田シェフは神ですから皆さん。ダメですよ、そんな僕みたいなやつがそこそこ横田シェフを語っちゃダメですよ気軽に撮影するレベルじゃないですよ、本来は。本当ですか。本来はめちゃめちゃよくしてもらってます。
生クリームに塩コショウです。これはパスタに使うんで、だから今無糖で立てたんです。無糖で立てといて、こっちはパスタ用に塩コショウ。最近お菓子作ってる時間の方が短いです。今までひたすらお菓子作ってきましたけど、料理っていうまた新しい分野、もちろん基本というかそこそこはできましたけど、突き詰め始めると面白いですね、やっぱりね、料理もね。基本的にはパフェとパスタのお店っていうイメージでやってるんで、パフェがメインなんですけどね。だからレストランじゃないんですよ。あくまでカフェで、ジェラートとかパフェとかスイーツを味わってもらうんだけど、カフェだからランチもできるようにしといた方がいいよねっていうところで、じゃあランチ何やろうかなーで、自分が好きなじゃあパスタやろうみたいな、そんな発想です。そしたらパスタやってたら面白くなっちゃって、パスタがすごい力入っちゃったって、そういう話ですよ。カニです。カニとトマトのソース。1時半過ぎたら忙しくなる。パティスリーの仕事の中でキッシュってあるんで、キッシュはパティスリーでもよくやってる人いると思うんですよ。トゥレトゥールって言うんですけど、ビエノワズリがあってクロワッサンとかでトゥレトゥール並べるとかって、それも店として魅力すごいいいんですけど、やっぱキッシュって焼きたて美味しいなって思うんで、こういうところに提供した方が美味しいなと思ったんで、それでやりたかったんですよ。ほら、めっちゃ美味しそうじゃないですか。キノコはちゃんと焦げ目をつけて、そこからやった方が美味しいなって思ってます。ちょっとこうやって焦がしてから白だしで伸ばします。
do look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to make it all look better, now I do, 'cause I look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together, we will make it up from now and forever. For all the ways I try to find just to make it all look better, now I do, 'cause I look like you.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 これミルフィーユ用のパイです。そう焼けばわかる。パフェとかスイーツもアートをテーマにして作ってるんですよ。飴細工、この中でいちごのソースを入れます。トップにいちごを乗せるんじゃなくて、飴の中からいちごのソースが出るっていうね、そういうなんか遊び心がすごくあるものをよく考えます。困っちゃった。これがミルフィーユのパイ、うちのね。普通パイってこうやって膨らむ。これをこう倒してこうやって焼いてる。意味わかります？こういう層をこう倒してこうやってる。そうすると歯触りが全然変わってくる。ふわふわパリパリ。きちんと組むのもいいんだけど、こういうふうになんか大胆に垂れてる感じとかしずる感とか、わざとこう崩したようなアンバランスさとか、これパータフィロっていうんですけど、パリパリのやつ。美味しさとアートの融合みたいな、綺麗にしすぎない組み立て方いいかなと思ってやってます。こちらシフォンケーキ、さっき春色で焼いてたやつ、あのシフォンケーキの上にミルフィーユ、これ一番人気。昨日の残り物の愛妻弁当、愛がこもってるかは知らんけど携帯で編集してます。そもそもなんでスクラムですか？失敗ばっかりですよ。失敗ばっかりって言ったらままにしておくと失敗。
でその失敗から改善して解決して進んでいくと、それは成功のもとに変わるわけじゃないですか。だから成功のもとはめっちゃ多いですよ。失敗を恐れるな。失敗をしないってことは、今の僕の表現で言うと成功のもとを取り逃してるってことなんで、それもったいなくないですか。失敗を取りこぼしてると思ったらもったいないですよね。だから考え方だと思います、物事は全て。そういういいことをボイシーでいつも言ってます。あるが名言集。小学校の時に空手、スキー、野球やってました。で将棋クラブクラブ長です。すごっ。で中学はサッカー、高校は弓道、スポーツは水泳以外は全部できます。すごっ。お相撲と柔道は苦手かも。レスリングとか細いんで。あとは大体できます。バレー、バスケ、卓球、バドミントン、多分大体一通りできます。球技大会とかあるじゃないですか。一人で2競技までみたいな時に一人で6個ぐらい競技出てました。ちなみに高校の時のあだ名は自己中です。それあだ名なんですか。あだ名です。それ悪口なんですか。おい自己中って呼ばれてました。よく言えば人のには左右されない。誰が何と言おうとやるときはやる。誰が何と言おうとやらないときはやらない。有言実行は大好き。ぶれない感じ。そういう人になりたいなと思います。だしそういう人を育てたいなと思います。説明してもらおう。食をやります。まあ、最初はこれですよ。ああ、そっちは完全に下にジャム入れて上にもジャム入れた。染みたそうですね。カットしてみたいんですけど。ジャムの量かもしれない。うまい。これ以上薄くしたら逆にせっかくのパイの食感なくなるから。うまい。一包みで、まあ、結構そこそこできる。水分量だけ気をつけて。はい。梅雨の時期なんか挟むようになると心配だから。そうです。ちょっと一個実験してみるかな。ただのダマンドにしといた方がいいかも。そうです。パチエル入るとちょっと怖いし。で今食べた感じだとすごいちゃんとしてるから。ジャムでダマンドをサンドしてる。まあ、いや美味しいんだからやっぱさ、そこは変えないで、はい、どうやったら生産性が良くなるかを考えた方がいいね。もうちょっと透明感があるやつの上に塗って、周り粉糖をかけて上にナッツかける。周りのやつちょっと待って。まあでも確かに赤すぎなんだけど、ちょっと赤すぎ。このぐらいがいいよ。ちょっとこので塗るぐらい。まあ色はちょっともうちょっとする。決定だね。決定だね。はい。よし。もうちょっと。よし。店の休みはでも多少気は休まりますよ。まあ大体仕事してます。まあ、今のところないですね。新しい店開いてから休みはないです。パソコンを開いて事務仕事をやったら美味しいを取って向こうの店舗に移動します。楽しいかどうかよりも楽しむじゃないですか。なんか楽しいとかっていう言い方でちょっと投げやりというか、自分でハンドリングしてない感想っぽくないですか。楽しむって言ったらそれは自分のハンドリングで何とかしてる感じるじゃないですか。世の中には自分でハンドリングできないものはありますよ、確かに。だけど基本的には僕は自分でハンドリングしていくっていう意思でやってます。だから意志が強いんですね、きっと。意志が強いと誹謗中傷にも負けないですよ。僕を誹謗中傷で怒らせようって多分ちょっと難しいんじゃないかな。僕のもう一個のあだ名はメンタルお化けですから自己中のメンタルお化け。自己中のメンタルお化けですから出る杭は打たれるっていうよく言葉ありますけど、じゃあ打つ方が疲れるぐらい出たらどうなるのかっていう話なんです。
打ち疲れるまで出てやる。お前それ絶対無理だよ絶対無理だよってずっと言ってきたとしたら、ずっとそれに歯向かってずっとやり続けてやる。そしたら絶対無理だって言ってる方が疲れるっていうねだから考え方なんですよ。考え方ちょっと違う角度から物事を考えると、世の中ってやっぱ面白いんです。悩んでる人とか苦しんでる人もその中で考えるから苦しいんです。ちょっと落ち着いて違う世界からその姿を見たら意外とちっぽけなもんだったりとか、なんだって思いますよ。僕1億借金背負って事業がうまくいってない時期があったんですよ。で今言葉にすると結構きついじゃないですか。借金1億で事業がうまくいってないフェーズって、俺その時めちゃくちゃ笑ってましたからね多分大谷翔平もそうじゃないですか。日本代表でイタリア戦かなんかで2点ビハインドで7回か8回の時に笑ってましたもんね。これひっくり返したらめちゃくちゃ面白いなって思ってたんじゃないですか。まあそれをトータルでメンタルお化けっていうのかもしれないですけど、7500万ぐらいまでは銀行に借金したんですよ。でもいよいよいろんな銀行に相談してもいやいやもう無理だって言われたんですよ。長野のジェラート屋さんを買う時だったんですけど、ジェラート屋さんを売ってくれる人に借金しました。一括で払えないからあなたに10年払って返していきますっていうのを売ってくれた人と結びました。でそれを含めると1億ですよ。やりようじゃないですか。別に銀行からしか借りちゃいけないわけじゃない。今は新たにクラウドファンディングみたいな新しいお金を集めるツールが、ね、開発されましたけど、何でもいいんですよ別にお金なんか用意できねえ。いや悪いことしちゃダメですけど。ちなみにパスタのコンセプトはパティシエが考えるパスタ。例えばボロネーゼだったらチョコレートかけてみたりとか、ジェノベーゼはマカダミアナッツのペーストとキャラメルを合わせたソースをジェノベーゼにかけてるんですよ。でペペロンチーノだったらマンダリンオレンジみたいなソースをかけたりとか、なんかパティシエが使ってる食材とか技法を取り入れたパスタをやってます。真正面からイタリアンのパスタを作ってもまあ勝てるわけないんで、お前なんかパティシエじゃないってよく言われるんで別にいいですよ。で職業あるがなんですよ。職業あるがそれだったら文句あるまいこれがベースになります。よいしょ。いい匂いでしょうが仕込みは終わりです。仕事は終わりません。次はちょっとオンラインサロン用の動画を撮ります。いやーお疲れ様でした。はいよしできた。行こう。じゃあここが僕の YouTube の講義編を撮っているスペースです。こうやってやったらなんか授業やってるっぽくないですか。でもこっちが倉庫なんです初公開料理人、パティシエ、次は YouTuber です。パティシエ YouTuber だ。YouTuber が先に来るとちょっと違うどっちでもいいし、どっちもない、どっちも違うって言ったらどっちも違うんですけど本当ですよねじゃあややこしいちょっとね、こうやってやってよし OK。 画角は OK。今原稿を書いてるところです頭の中で。ちなみに僕は字がとっても汚いです。どうも皆さんお疲れ様です。
さて今日はですね、オンラインサロンの方のベーカリーハイジさんのね、宮下さんのオンラインサロンなんで、パティスリーのビジネスの方にちょっと興味がある方だったと思うんですけど、そんな方からですね、今回2つ質問が来ました。一般にはそのような店舗が多いのでしょうかっていう質問ですね。で、原材料費がありますよ。で、人件費って大体ここの要は FL 値で、特に開業しようと思ってる人、もっと具体的にいろいろ知りたいと思いますので、質問いただければ動画撮ります。はい、以上です。ではまた。有料級の動画でしょ。確かに。オンラインサロンはこういうのをやってます一応。よし、次はボイシーを撮ります。すいませんね、こんな汚い事務所で。またこれ黙ってますけどしばらく自分の中で今原稿を書いてます。今日ボイシーで喋ることを何にしようかなって。この前鼻が噛みたくなって、やべえティッシュどこ行ったっけって話した。ここにあった。よくありません？メガネここにあって、あれメガネどこ行ったっけ？顎にこうやってマスクやった。俺マスクどこやったっけな。しまいには僕ここにマスクやっといて、マスクどこやったっけないかしょうがねえ、新しいのでマスクこことこにかけてます。なんかいろいろやりすぎるとたまにそうなります。っていう感じだね。よし、行こう。いきます。原稿書かないからね。この放送は新潟県新潟市に今月3月9日にオープンしましたレストランコネクトさんの提供でお送りします。インスタもチャプター1に貼っておきますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。ぜひね、近くの方でレストランコネクトさんに行く機会があったら、ぜひ行ってみてください。そしてぜひ僕に感想を教えてください。今日はね、アンカリングっていう言葉皆さん聞いたことありますかね。ちょっと僕なりに解釈したのをお話ししたいと思います。完全にパティシエの仕事じゃないですね。それはもう1000回以上喋ってますから、お前なんかパティシエじゃねえだって感じですよね。とにかく原稿を書かないで勢いで喋る。じゃあ次撮ります。時代の革命家になろう。どうも、アルガです。長野県内にケーキ屋さんなどを4店舗、YouTube、日本初のオーナーパティシエによるコミュニティ、オンラインサロン成果学院を運営するボイシーパティシエパーソナリティです。どうも皆さん、お疲れ様です。今日はですね、アンカリング効果をアルガ的に解説してみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。それでは次回の音声配信でお会いしましょう。ではまた。はい、終わり。こんなもんかな。これで概要欄を作って、僕は9時15分にこれをアップするスケジュールを立てて、今日の放送は終わり。これをほぼ毎日。大体ね、みんなこう言いますよ。よくそんなに毎日喋るネタあるね。いやまさにそうです。ないですよ。だから、ネタを探しながら生きていくんです。自分が強制的に勉強しなきゃいけない環境を作って、その中にドボンって自分が入るんです。そうすると、もう嫌顔にも成長しますよね。めっちゃ疲れますよ。めっちゃ疲れました。今は慣れたっちゃ慣れましたけど。よし。今日のボイシーはできた。地味な絵ですけど。携帯でショート動画のテロップつけてます。周りの卵白の中にあるタンパク質とかふわふわしているので、編集が終わりました。これを回して切って、よし行きましょう。あとは家でやります。荷物を積んでね、元の店舗に戻ります。じゃあ行きましょう。
今日でも早い方ですけどね。今日早い方だよね。なんかもう気使っちゃって早く帰ってきちゃった。全然早く今日仕事辞めた方です。いや疲れますか。なんだっけこれは邪魔です。ああ、明日あれか。長野か。じゃあ話しちゃってね。ああ、そうだ。ああ、いいよ。まあでも明日仕事に勤めるから。終了です。僕はもうこれ家帰って編集したりするんで、はい、こんな感じで。なんか終わりやんの。僕のチャンネルにやる。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。それ僕のチャンネルになってたから。バッチリです。ありがとうございました。お疲れ様でした。遅くまですみません。いやいや、こちらこそお疲れ様でした。じゃあお土産料理お土産。あ、はい。このケースとちょっとマカロンさんで詰めて。はい。食べてください。いや、食べてください。ありがとうございます。あれ、石田さんと同じ本食べました。いただきました。食べ比べてみてください。全然違うんで。レシピが全然違うんで。いや、好みがやっぱあるからね。まあ、マカロンも多分全然違うと思います。八木さんところとも違います。八木さんところと石田さんところが同じような感じじゃない？資本に関しては。で、マカロンも若干違うんじゃないかな。僕はもう全然違います。全然違います。まあでも地域性もありますからね。その地域に受けるそのスタイルとかお菓子って。で、長野って結構違うんですよ。山をガンとこうやって文化めちゃくちゃ変わりますよ。ありがとうございましたってまだ喋るっていうね。いつまでもして大丈夫なんですけど。すみません、ありがとうございます。子供が喜びます。ぜひはい、ケーキも食べます？うちケーキしかないんで。あとは僕のトークぐらいしかない。ケーキ2割、トーク8割。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に帰りますよ。はい。お疲れ様です。